盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷温泉4代目北谷隆一です。今回のテーマは黒松の、芽継ぎというかね、黒松を五葉松に変えちゃいましょうと、そういうチャレンジをしてみようかなと。チャレンジって言っても、こちら高松ではもうそれを簡単にやっちゃうね達人の方いっぱいいるんですけど、僕はあんまりしないんですけど、成功したらね黒松が五葉松に変わるという、そういうすごい作業ではあります。はい。でその前にちょっとだけお時間ください。今無料のメール講座やっております。YouTube でね今まで言ってきた内容だったりとかを改めて文字に起こして、より分かりやすく、でその専用の動画もね合わせて新しく作ったのが入ったのが全部で60通ぐらいもう作ってるんですけど、それが無料で、定期的に届くと。で、このチャンネルのその下の方の概要欄かな、そこからメールアドレスだけで無料で登録できますんで、よかったらそっちもやってみてください。では本題に戻ります。黒松にね、黒松の苗木です。本来ならこれちょっと曲入れてますけど曲げてますけどね、本来ならまっすぐな苗に継ぐようなのが多いんです。あとはもっと小さい時にてっぺんに継ぐみたいなね、そういうのがあるんですけど、今回は枝継ぎのような、衣替えというか、ちょっと専門用語使っちゃってますけど、この黒松を五葉松に変えるという、この曲がったのもちょっと活かしながらね、そういうのやってみようかなと思います。でこれが4年生ぐらいかな、生まれて4年ぐらいの黒松なんですけども、継ぐ五葉松、これ畑のねいっぱいある五葉松から元気そうな芽を取ってきました。はい。これを使ってこの全部じゃないですけどね、この1本を使って、黒松五葉松に変えていこうと思います。では早速やっていきます。まず黒松の方の準備ですね。もうこれちょっとこういうね、もう五葉松変えちゃうんでね、もう黒松の芽を取っちゃいます。でこの徒長したこの枝というか芽か、これも中芽切り、はい、こうしちゃいます。でこの理由は、これから五葉松のこの新しい芽を刺すのにこっちが強すぎたらね、栄養が黒松の方ばっかりいっちゃうんですよね。だからこっちはもう弱らせて、継ぐ五葉松に栄養をしっかり生かすためにこっちはもう減らします。はい。で幹が太くなってるんで、なるべく継ぎ穂もねちょっと太めので、この継ぎ穂は葉っぱをしっかり減らす。これも葉っぱがありすぎたらね継ぎにくいですし、葉っぱに栄養取られすぎたり蒸散っていうか乾きやすくなっちゃうんで、もうしっかりで、結構ね低いところに継ぐ場合はこのまんまでいいみたいなんですけど、高めに継ぐ場合はこれが葉っぱが乾いちゃうとね良くないらしいんで、これメデールっていう、継ぎ木に使うね保護テープ、こういうの、これを使うんですが、これまずいいところで切って、でこっからがちょっと難しいです。これをねもう練習しないと無理ですけど、ビューッとね伸びるんですよ。ちょっと伸ばして、でこの芽のね葉っぱの部分をしっかり隠します。でこのメデールはねすごくいいテープでね、この自分自身がねひっつきやすいんですよね。粘着性があるんですよ。よいしょ、こんな感じ、こんな感じにもう完全に包み込みます。もう水分をここから逃がさないぞというような感じでね。はい。でこれはこれで一回置いときます。で先に唾液の方を切り込み入れます。どこにしようかな、継ぎやすいとこ行ったな。ここにぐっと、ちょっと行き過ぎたかな、いいやでこれを置いといて、次はこっち継ぎ穂の方を唾液にスッと、最初の方はなだらかな長い
切り込み。次はこれが難しい。よいしょ。ちょっと先がガシャガシャしてる場合は切り揃えちゃう。もう先がね綺麗じゃないとダメなんですよね。こんな感じ。ちょっとぐるっと回します。裏側はちょっと鈍角で範囲が狭い。はい、でこれでもう継ぎたい部分にこの緑色のところが形成層っていうのかな。でこっちの形成層にもだからこれが細くてこっちが太いんでどっちか片方に寄せないといけないです。これ今ねここで止めて皮をしっかりつけときたかったんですけど勢い余っていっちゃいました。これ皆さんよくやりがちな失敗なんで気をつけてくださいね。わざわざ失敗こうやってこれが失敗例ですよって見せようと思ったわけじゃないんですけど図らずも失敗しちゃいました。こうなったらもうこれちょっとダメです。はい、これもちょっとまたにします。はい、では仕切り直しで、はい、ごめんなさい。こういうこともあるということ。こっちもね余計な目とかね上の方のこれ弱らして、はい。で目はこれこの間にねほこりとかたまるとねつきにくいんですごく清潔保っとかないといけないから本当はこの作業最後なんですけど後でもう一回やりますこれはもうこれで置いておいて。はい、じゃあこっちは今度はね失敗しないように。はい、さっき失敗しちゃったんで今度はちゃんとやらないと。ここ行こう。これぐらいこれ切るだろう。もう一回こっちの次方もやっちゃいます。こんなのはね何回やってもいいと思うんでこうやってね余計な葉っぱをねむしり取ると。この時葉っぱの向きの方に抜いてくださいね。逆にやると皮がベロッと剥がれちゃうんで、はい、これでこの状態でメデールを切って、はい、伸ばしてでしっかり葉っぱをね根元からね隠しますよ。でこれね粘着性があるっていうのはさっきお伝えしたんですけどもこれ目継ぎが成功するとね勝手にこれを突き破って芽がビュッと出てくるんでもうこのままほっといたらいいんです。はい、でこれをいい感じにね切りますよ。で、はい、よし、ちょっと先がはい、次もう一回ね綺麗にできました。はい、これをザクッともう奥の奥までねちょっと分かりにくいですけどこの奥の奥までしっかりと刺さないとここにヤニが溜まってつきにくいです。でこの辺り形成層と形成層が継ぎ穂とね唾液と形成層を合わせてちゃんと挟み込むと今度はうまくいきました。はい、でここを縛り方いろいろあるんですけど僕このメデールでね縛ります。結構これ確率良かったなという感じで粘着性があるんでねこれちょっと伸ばして最初はちょっと伸ばしてねお互いにひっつくんで最後縛らなくていいんですよ。粘着性がないのを使うと最後縛らないといけないんでその時にこの継ぎ穂がずれるとねつかないんですね。それがずれたらもう全然ダメです。なるべくこれキュッとねしっかり固定が大事なんで包帯とかギプスね巻くみたいにキュッとねよしこれでひっつくんでもう OK と。でこれはどっちでもいいんですけどこれカットパスタってこれも保護剤ですね。傷口に塗る保護剤これもペースト状で液体みたいなのがこ
ニュッと出てくるんですよ、こうやってね、こういうのが。それをこのちょっと隙間空いてるところに注入してやると、なお空気や水が入らなくていいかなと。まあ安全策としてはこれやった方がいいかなと思ってやってます。はい。でこれで一応まあ作業自体はこれで OK なんです。でつくかつかないかはもう一応正しい作業したんで、正しい管理さえすればつくとは思うんですけど、もうダメな時はもう誰がやってもダメというかね、多分ずれてないんでいけるとは思います。はい。これでまあついで上も減らして、これ新しい芽なんで、ついでからはね、今今日が3月6日なんです。でこの作業の、いい時期がだいたい2月から3月の間ぐらい。あんまり3月下旬までいくとちょっと難しいかなと思います。でその理由は何でか言いますと、まあ地域によっても変わるんですけど、まあ、四国は温暖なとこなんでね、あんまりね遅い時期だとこの真ん中の芽がねビューッと伸びてきてね、大きくなりすぎてやりにくいみたいです。多分できないことはないと思うんですけど、まあまあこっちの方でまあ皆さんね、こういうのをもう毎日何百とやられてる方はそういう時期にやるというのがいいと言われてます。はい。まあこの時期の継ぎ穂がいいみたいですね。はい。今は3月の上旬にこういう作業をしてみましたと。でうまくいけばここから下は黒松だけど、ここから上は五葉松という木に変わると。はい。そのうちはここで切りますけど、あ、そうそう、これね言ってたのはもうちょっと真夏過ぎぐらいかな、秋ぐらいにもうちょっと下で切って、でまたもう1ヶ月ぐらいしたら今度はここで切ると。だからもうこの年内にこことね2回に分けて切るみたいな。急いでここ切ると栄養が全然いかないんで、この子自身も枯れちゃうんで、ちょっとずつねこっちに元気がついてきたなと思ってから、もうそれも安全策で秋ぐらいにね切っていくぐらいでいいんじゃないかなと思います。はい。本日は以上です。ちょっと最初失敗いたしましたけども、まあいい失敗例として分かっていただければという言い訳もしときます。はい、はい、じゃあ盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価ベルマガジンもよろしくお願いします。